エンディングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 M1 の MacBook Air 標準モデルとインテル版 MacBook Pro 13インチのフルスペックで比較したいと思います。M1 とそのインテル版の違いっていうのをテストツール、性能違いを比較するっていうのはもちろんなんですけども、実際の使用感とかね、アプリの起動スピードとか、そこら辺もいろいろ見ながらですね、比較したいと思います。Air と Pro っていうことで、中身以外にもその外観の違いとかで、例えばそのスピーカーだったりとか、画面とかですね、インカメラ性能とか、ここら辺もね、しっかり見ていきたいと思いますので、Air と Pro ちょっとどっちにしようかな迷ってる方の参考になればいいかと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとするリーク情報の分かりやすい解説だったりですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、僕も含めてですね、皆さんと一緒に IT リテラシーの方を高めていきたいと思っております。チャンネル登録していただいてですね、どんどん最新情報をね、受け取っていただければと思います。まずは、外観の違いからなんですけども、一応こっちがね、プロ、インテル版ですけども、こっちは M1 の Air ですね。一応カラーはね、どっちもスペースグレーなんですけども、プロの方はスペースグレーとシルバーのみですね、現在。で、M1 の方、Air の方はですね、ゴールドカラーも選べる。重さの違いっていうのはね、結構もうわずか、プロがね、1.4kg、Air がですね、1.229kg ですね。今、モフトつけてますけども、スタンドの。重さの違いとしては 110g しかないんですけども、最近もう Air にね、慣れてしまったので、結構ね、プロが重く感じますね。上がこれ Air ですね。で、下がプロで、並べてみました。厚さに関しては、Air はね、このトラックパッドがですね、こっちがかなりね、薄くなってるんですが、実はですね、この端子側の方は、Air の方がね、少し実は厚くなってます。これちょっと面白い。こちら接続端子に関しては、今のモデルは、全て左側に2つ、Type-C 端子が、2つ。一方で逆側ですね、インテルモデルの、これ、上位版に関しては、この、右側にもね、2つあるので、合計4つですね。あとは本当にね、全く形状的にはね、同じ感じで、イヤホンジャックがあったりとかですね。全く同じようなね、形状になってます。一応ね、画面の違いとかもあるんですけども、ちょっとキーボードが、トラックパッド周りをね、ちょっと見ていきたいと思います。こっちがプロですね。キーボードの打鍵感とかは、こっち M1 Air ですけども、全く一緒というか、マジックキーボードなので、特に変化はないですね。ただね、タイピングに関しては、やっぱり Air の方が結構打ちやすいかなっていうのがあって、プロってね、やっぱこの四角い形状なんで、Air に比べたらね、ちょっとこう手のひらがね、どっちかというと浮くんですよね。ここの間ですね。この傾斜のね、ある構造が打ちやすいかな。タイピングに関しては、やっぱり Air かなと思いますね。とはいえね、全然プロでもね、全然打ちやすいんですけども、形状の問題かなっていうところ。微妙に違いだと、やっぱこのタッチバーっていうものですかね。こういう使い方とかできるんですけども、はい。Air の場合は、全部ボタンになってますと。このね、エスケープキーかな。ここがですね、微妙にね、やっぱプロとかが大きいんですよね。で、この指紋認証をね、タッチするところも、ちょっとやっぱ Air はね、ちっちゃいんだよね。それぐらいかな、でも違いは。あとM1 になってちょっと微妙にね、この地球儀マークとかが、出るっていうのはあるんですけども、ひらがな ABC みたいな。あとはトラックパッドの大きさが微妙に、やっぱプロの方がね、大きいんですよね。横に長い。だいたいね、指1本分ぐらいですかね。そこまでね、変わらないっちゃ変わらないですけども、の大きさとかは、おそらく一緒。この分長いですね。だからって別にエアで、不便を感じたことはないんですけども、ただね、こうやっぱ横のめくる時の動作で、今みたいに、ちょっと一本分少ない分、なんかこう、通知バーをね、間違えてこう出しちゃう時あるんですよね。これぐらいかなってね、不便に思ったら、これぐらいかなっていう感じですね。今度は、画面の明るさが、一応プロの方が最大輝度が500ニットで、エアが400ニットなので、一応白い画面で比べてみてますが、気持ちちょっと、こっちはトゥルートーンっていうのがね、ないので、白く見えるっていうのもあるかもしれないけど、やっぱちょっと明るいかなっていう感じですが、あんまり違いわかんないですよね、これ。トゥルートーン一応ね、オンオフもしてみますけども、オフしてもそんな変わんないかなっていうところ、どうですかね、皆さんちょっとコメントいただければと思います。意外とシフトとかするとね、かなり大きい色があったりとか。なんでそこまで、気にするレベルではないかな。正直エアーでも全然問題ないですね。ウェブカメラに関してはですね、内蔵のもの、今それで撮ってるんですけども、アップグレードされずに、Air と Pro ともに 720p っていうね、解像度で結構ね、残念な感じですね。これもう見た感じ、ノイズが結構ひどいなっていう。M1 に関しては画像処理のプロセッサーが今回から入ってるので、少しはね、改善されてると思うんですが、皆さんいかがでしょうか。これでズームとかね、することになると思うので、MacBook Pro インテル版ですね。こちらのインカメラで、撮ってます。マイクも同様ですね。さっきよりもさらにノイズが目立つかなっていう気はします
ね。マイク性能とかは、インテル版に関してはね、同じ。M1 の場合だとちょっとマイク性能が良くなるみたいですけども、いかがでしょうか。画像処理プロセッサーなしなので、どういう感じ違うとかね、コメントをいただければと思います。バッテリー持ちに関しては、エアーの方が、バッテリー容量はね、少ないんですけども、やっぱ M1 チップのその省電力性能っていうのがあるので、それによって大体やっぱ5からね、8時間以上はね、持ちますね。M1 のプロだとね、さらにいいんですけども、やっぱりそのインテル版だとね、どうしても省電力性能がやっぱ落ちるので、やっぱ M1 には結構劣っちゃうかなっていう。ちょっとバッテリーの残りとかをね、最後見ますけども、充電速度に関してはやっぱ 61W あるね、プロの方はですね、速度としてはやっぱ速いですね。ただその分重くなったりはするんで、持ち運びのね、アドバンテージっていうのはね、エアーにあるかなっていう。やっぱりその充電器とか重さも、エアーの方がね、やっぱちっちゃくなるんで、どっちを取るかみたいなところはありますね。ということで続いてはですね、スピーカー性能ですね。これちょっと聞いてもらった方が早いと思うので、試してみます。どうぞ。いかがだったでしょうか。実際に聞いてみた感想とかね、コメントをいただければと思います。個人的には、なんかその音質に関しては正直そんな変わんないかなっていう。若干プロがいいかなって思わなくもないんですけども、正直そんな違いがあるレベルではないかなっていう。ただやっぱ音量の大きさ的には、確実にこれね、エアーの方が大きいなと思いました。Apple Watch のノイズアプリっていうのがあるんですけども、そちらでね、確かめてみたんですけども、やっぱりエアーの方がね、最大音量が大きいんですよね。プロはなぜかね、ちっちゃいっていう感じがするんで、スピーカーなしとかで映画とか、ゲームとかするんであれば、エアーの方がね、いいんじゃないかなと思います。続いてはですね、中身のね、性能テストということで、お待ちかね M1 と、インテルでどう違うのかっていうところなんですけども、今回比較するモデルのスペックを、紹介しておきます。まず M1 の方、MacBook Air、こちら、ベースモデルになる、ユニファイドメモリ 8GB、SSD ですね。容量自体は 256GB。一番安いお値段ですね。約11万円のモデル。こちらと比較するのがインテル版の2020年プロ13インチですね。一番新しいものの、メモリ 32GB、ストレージが 2TB ですね。じゃあお値段としては約34万円になります。容量以外はフルスペックです。まずはですね、ちょっと Web ブラウジングの方からね、見ていきたいと思います。今回は Google Chrome でやろうかと思います。スピードメーターってもので試しますね。Google Chrome で、一応 M1MacBook の方は ARM 版で最適化ネイティブされてますね。スタート。早っ M1 めちゃめちゃ早かったな今。ちょっとやっぱ M1 が早い。そうか、別にそんな変わらないかな。若干 M1 が早いかなっていう感じですね。でもちょっと早いですね、やっぱり。ちょっとやっぱ早い。スピードメーターっていうので、1マーク測れますので、これで試してみますと。早い。M1 が早いかな。3倍ぐらい早いのかこれは。おりそうだね。さて、212。めちゃめちゃ早い。インテルはまだまだ時間かかりそうだと。結局、インテルはランミニッツなんで、1分間に多分113、これページなのかなちょっとわかんないですけども、M1 が対して212なので、やっぱかなりね、差はつくのかなっていうところですよね。僕も使った感じもやっぱ M1 がね、かなりね、サクサク使えるな、印象は非常にありますね。インテルがやっぱちょっとね、もっさりしてるんだよね。ウェブページもね、なかなか良かったんで、やっぱね、早いなっていう感じでした。続いてはね、皆さん大好き、Geekbench Score。Geekbench 5で、性能をね、測っていきたいと思います。左側が、MacBook Pro のフルスペックですね。OS は、カタリーナになってますね。インテル Core i7 の 2.3GHz、32GB のメモリ、MacBook Air の、これ M1 ですね。OS は、Big Sur 11.0.1 で 3.2GHz ですね。で、8コアで4コアかな。メモリはユニファイドメモリ 8GB になっております。ということで、1マークスタート。
ということでスコア出ました。やっぱこれで結構驚異的なものになってますね。いやー、すごいな。MacBook Pro 13インチ2020インテル版ですね。1315、4924。一瞬ね、ファン回りましたね、今。M1 の方が1728の7528。めちゃめちゃ高いね、これ。すげえな。7500。一番安いベースモデルですかね、これ。プロ、16インチとかに、匹敵するぐらいのものが出てます。続いてですね、GPU 性能の方もね、測っていきたいと思います。画像処理性能なので、動画編集とか、その画像の編集とか、数値が高いほどですね、処理能力強いということになります。M1 の方はね、ベースモデルなので、GPU は7コアのモデルですね。もう今出たな。インテルのね、プロ13インチの方は、Iris プラスグラフィクスというものが載っております。はい、ちょっとじゃあ結果見ていきたいと思います。13インチの方が1659。なんか今まで一番いいスコアかもしれないですね。不安が、はい、18652ですね。強いね。使っても分かったんですけど、GPU 性能は本当に結構差がつきますね。M1 かなり強いですね。続いてはですね、シネベンチですね。じゃあ、もともと、シネマ 4D っていうですね、3DCG ソフトを元にして作られた性能テストできるもの、10分その重めのレンダリングとかですね、画像処理見て、ちょっと発熱がね、ちょっとどうなるのか、さらに詳しく、見ていきたいと思います。ということで、スタート M1 なんで、Apple プロセッサー、8コアですね、3.2GHz で、こちらインテル版の4コア8スレッド、2.3GHz ですね。画像処理がこう始まっていくとね、されていくって感じですけど、やっぱ M1 が早いですね。動きが明らかに早い。インテルはかなりね、ファンの音がしてますね。CPU 的にも今プレッシャーはかかっている感じで、M1 はめちゃめちゃね、静かですね。かなりプレッシャー自体はかかってる状態なんですが、めっちゃ静かですね。インテルは徐々にやっぱ熱くなってきて、こっちは特に M1 もね、やっぱ生温かくはね、なってきてますね。今5分ぐらいテストしてから経ったんですけども、かなりね、ファンの音が鳴ってってですね、今 iStats で見ると、だいたい温度が61度ぐらいで、ファンがね、めちゃめちゃこう赤いランプがね、灯ってるんですけども、かなり頑張ってる状態なんですが、M1 Air は静か。もちろん、プレッシャーはね、CPU とか、メモリは意外とそんなかかってないのかな。かかってはね、いるんですけども、非常に静か、激アツってわけでもないですね。インテルはもうかなり頑張ってるよっていうね、音でわかると思うんですけどね。こっち、プロ13インチ、インテル版が4964ですね。割Core i7 なんで、こんなものなのかな。温度は、戻って今35度ぐらいになりましたが、61度ぐらいまでね、マックス多分80度とかね、までね、行くみたいなんですけども、結構上がってましたね。一方で M1 の場合は6467なんで、Core i7 には勝ってますね。続いてゲーム性能をね、測っていきたいと思うんですけども、GFX メタルっていうもので、どのぐらいのその FPS ですね、フレームレート、要するに画面の滑らかさ、1秒間に何枚その静止が出せるのかみたいなところですね。ゲームのそのプレイのしやすさにね、関わってくるところなので、ちょっと見ていきたいと思います。その後ちょっとフォートナイトとかやってみようかと思ってますね。GFX ベンチがこんな感じなんですけども、いろいろね、ゲームがあって、全部ね、テストもできるんですけど、かなりね、時間かかっちゃうので、今回一番上のこのアズテックルインズってやつかな。はある程度あると思うので、これで、どうかな。今もやっぱ早いな。早いっすね、やっぱり。ちょっとでもね、インテル版はカクついてるかなっていう感じがする。自分はやっぱ滑らかだね。早いし。早いね、やっぱ M1 が。インテルはちょっとね、カクカクしてるんですよね。ちょっと映像でわかるかわかんないんですけど。早い、M1。インテルはね、ちょっとカクついてる、やっぱり。フレームレートが落ちてる感じがあるんですが、M1 はやっぱり滑らかな。スムーズですね。だいたい44かな。そんな出ないよね、やっぱり。インテルはもう19とかかな。結構厳しいね、これだと。1080p とかでも試したりはしたんですけども、1440p とかで、70fps とか、おそらくそのぐらい60前後は出るかな。1080p だと結構、フレームレートも出ますね。インテル版はね、1080p でも 95fps か。できなくはないですけど、ちょっとやっぱね、厳しいかなっていうところはありますね。これ M1 だけですけども、フォートナイト。一応その最適化設定みたいな最初にあって、快適にプレイできる状態を自動的にセットしてくれるんですけども、それらやっぱ 60fps ぐらいが限界かなっていうところで、120とかだとね、多分カクカクでちょっとできないですね。長時間プレイとかは難しいかな。起動までもね、割とロードとか結構長いなっていうイメー
60fps でジャンプか。プレイ自体はそんなに問題ないですね。60fps が限界だけど、キー操作が非常にやりづらいです。音とかはね、やっぱ結構いいですね。画面もなんか大きいし、このキー操作になれないと建築とかがね、全然わかんない。これで移動できんだ。これで入れ替え、なんかすごい音鳴ってるな。怖い。無理。なんもないって。これぐらいのフレームレートなんで、プレイ自体は別に問題なくできますよ。ただ長時間やるってなると、結構ね、ロード時間とか長くなったり、標準とか合わせるの難しいんだよね、本当に。なんか問題ないって感じですね。よし。やっぱ固まったね。やっぱこう、ロードとかしてるとね、やっぱ結構重いのか、結構固まっちゃったりもするので、ゲーム用としてね、M1使うのはちょっと厳しいかなと。続いては Photoshop 起動から軽くねサムネイル編集ぐらいですけども、どのぐらい差があるのかどうかっていうねちょっとお見せしたいと思います。同時にね Photoshop 立ち上げ、こっちちょっと2020年バージョンでバージョン古いんですけども、はい、同時か。やっぱちょっとね M1 が早いね、やっぱり。最適化されてないはずなんですけども、それでも早いな。開いてますね。クラウドドキュメントなんですけども、はい、一緒だな、ほぼ。とかどうですかね。あんま変わんないか。カクカクだわ。インテル版はもうこう、カクついてるね、完全に。めっちゃ滑らかだもん、これ。なんかこれ、この、カクカク感。結構やっぱ重い処理になるとね、やっぱ出てくるね。Photoshop においてもやっぱロゼッタ上で最適化されてないんですけども、ロゼッタ上でもやっぱ早く起動とか全体的にやっぱ動きもね、早いんですよね。なので、インテル版と比べても最適化されてないものであってもやっぱ早く動くっていうのがね、今回分かりましたね。最後はですね、Final Cut Pro ですね。書き出しの比較っていうのは前回の動画の方で 1080p FHD の 60fps ですね。僕のリアルな動画データを使って検証したものがありますので、こちらをね、参考にしていただきたい。今回はなんで、起動までのね、スピード感っていうのをね、ちょっと見せたいかな。インテル版と比べて、その起動のそのスピード感みたいなところがどうなのかっていうのをね、実際見ていきたいと思います。右が M1 で、左がインテル版プロ13インチ。ファイナルカットプロのバージョンはおそらく同じなので、いきますよ。よーい、ドン。さあ、どれぐらい差が、早いな。M1 も起動したよ。早い。めちゃめちゃ早い。やっぱ早いっすね。こんな形でですね、やっぱ起動とかこのね、動作がね、めちゃめちゃね、キビキビしてるので、こういうシーケンスとかももちろん早かったりはね、サクサク動いたりはするんですけども、特にね、結構顕著なのが、ダイキングっていうね、ロゴが出るとこちょっとね、カクついてるんですよ。例えばこれ M1 の場合だと、めちゃめちゃスムーズに出るんですよね。やっぱこういうところかなり GPU 性能というか、ファイナルカットプロ自体がやっぱり本当に Apple の純正アプリなんで、やっぱ動いてくれるっていうのはね、ありますね。シュッて出るんだけど、カクついてるよねっていう、こういうところですかね。最後にね、ちょっとじゃあそのバッテリーの持ちみたいなところをね、比較したいと思います。ほぼ 100% ぐらいで、同時に始めて、やってるこの作業自体も全く同じことをやりましたと。はい。じゃあそれでどうなるのかっていうのをちょっと見たいと思うんですけども、まず M1 チップ今何%かっていうところ。はい。今ね、70% ぐらい残ってますね。何分ぐらい撮影したんだろうね。結構やったと思うんですけども、さあ問題はこのインテル版が何%かっていうところなんですけども、インテル版が 42%。やっぱかなり違いますよね。やっぱインテル版は大きな作業の時に、特にシネベンチとかやった時にね、かなり 10% ぐらい減ったりはしてたので、バッテリーの持ちところも動画編集とか、重い作業をするともっとね、差が出てくると思いますね。M1 チップエアーとインテルのフルスペック、比較してまいりました。いかがだったでしょうか。この違いとか見れたと思いますので、コメントとかね、いただければと思います。またメモリがそう 8GB がいいかとか、16GB がいいかとか、エアがいいのか、プロがいいのかっていうところに関しては、前回の動画でね、詳しく話してますので、買うべきかどうかみたいなところは、そちらをね、参考にしていただければと思います。僕も検証した感想であれば、やっぱり上位版のやっぱプロを買うよりも、M1 のね、エアーの方が、実際やっぱ性能とかは高いかなと思います。もちろん安定性の部分では、インテル版が強いっていうのはあるんですけども、特にやっぱ GPU 性能とか、CPU とかもそうなんですけど、ウェブブラウザー、普段のワード、
Excel 使う場面ももちろんですし、特にやっぱり動画編集とか、画像編集とか、Photoshop とかにね、もう関してはもうロゼッタ上で最適化されてないのにもかかわらず、インテル版より早かったりもするので、結構やっぱ買う価値は、僕あるんじゃないかと思っております。また他にもね、検証だったり、エアのね、M1 チップのエアの 16GB モデル、16GB のメモリーですね。そちらに買い替えする予定ですので、今の 8GB のね、メモリのものとちょっと比較して検証とかもしたいと思いますので、また気になる方はですね、最新情報を得たい方は、ぜひね、チャンネル登録していただいてお待ちいただければと思います。こちらの動画少しでも役に立ったと思った方はですね、高評価だったり、チャンネル登録、グッドボタンですね、お願いいたします。コメントとかも気軽にお待ちしておりますので、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。